皆さんこんにちは。こちらは山水 SP-LE8T です。発売は1966年。当時の値段は57,900円でした。JBL の傑作フルレンジ LE8T を搭載したモデルです。LE8T は昔から評判の高いユニットですが、評判通りの音でしょうか。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。LE8T を搭載したバスレフ型スピーカーです。F0 のカタログスペックは 45Hz です。能率は 89dB です。当時としては低い数字です。これはランサプラスという白い制振剤が塗ってあることと関係があるようです。これと類似のモデルに次があります。初期の LE8T にはアルニコマグネットが使われていました。マーク2はフェライトマグネットのモデルです。初期のエッジはランサロイという発泡ゴムでしたが、途中からウレタンに変更されています。今回ご紹介するのはアルニコマグネットとランサロイが使われた最も初期のモデルです。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。エンクロージャーはウォールナットの付き板にオイル塗装されています。高級機にしか見られない贅沢な作りです。大口径のバスレフポートがついています。たっぷりした低音が期待できます。コーンの表面に見えるデコボコしたものはランサプラスという制振剤です。ランサロイと呼ばれるエッジはかなり硬くなっています。このシステムのインピダンス特性を測ります。この測定結果から現状を把握できます。200Hz くらいにピークがあって、バスレフが全く効いていません。測定結果がギザギザしています。何か異常があるようです。ユニットを外して中身を観察します。ユニットの接続はプッシュターミナルにハンダ上げした電線を差し込む形です。この細い線はダンピングファクターに関係します。太い線に変えると音が変わってしまうことがあります。吸音材が全体に貼ってあります。フルレンジはすべての帯域を箱の裏側に放射しますから、この吸音材の量が音の余韻に関係します。ユニット単体のインピダンス特性を測ります。システムの特性とほとんど一緒です。この結果はとっくの昔に寿命が尽きたジャンクです。このままでは音の検証ができませんので、レストアします。硬くなったエッジを軟化させます。劣化したゴムの軟化にブレーキフルードが使えるという情報があります。本当にそうなのか、予備実験で確認します。
効果があるようですので本番いきます。裏からエッジのくぼみに塗っていきます。表からも塗ります。ランサプラスに染み込まないように注意します。1日ぐらいで浸透します。様子を見ながら少しずつ塗り重ねます。だいたい柔らかくなってきましたのでインピダンス特性を測ります。若干歪みが聞こえます。何か変ですね。こちらは測定結果です。F0 の目標値は 45Hz です。45Hz はカタログスペックでした。だいぶ下がりましたがまだ硬いようです。それよりも明らかにおかしな点があります。わかるでしょうか？答えはインピーダンスの大きさです。このユニットは交渉8オームでしたが10オームを超えています。ターミナルの錆が原因かもしれないのでメンテナンスします。酸化物を取り除いて専用オイルで仕上げます。ターミナルをきれいにしても抵抗が10オームあります。もう片方は 5.5 オームです。こちらが正常でしょう。ボイスコイルのリード線のところで測ります。ここは OK です。ということはターミナルが怪しいですね。プラスのターミナルに問題があるようです。ターミナルは裏からネジ止めです。一緒に止めてあるラグ端子の接触に問題があるようです。ネジを外せばメンテナンスができます。難しいですね。やはりエッジを取らないと無理のようです。別の方法で対処します。改善しました。さて結果はどうでしょう。
次回はこの測定結果とエンクロージャーを補修する様子をご覧いただきます。